はいどうもこんにちは。この動画では意外と見落とすアフターエフェクツの小技集ということで小技をご紹介していきます。別動画でショートカットキー編はあるので今回はそれ以外のやつを早速見ていきましょう。まずはパネルの移動です。特に縦長動画を作る時とかは横長動画のインターフェースからパネルをドラッグして移動することができるので横付けにして縦に目いっぱい使うことができますね。パネルを外して移動させてみましょう。続いてはレイヤーを一気に並べる方法です。レイヤーを選択しておいてキーフレーム補助からシーケンスレイヤーへと進みます。何もチェックを入れていないとそのまま連続で配置されますが、オーバーラップを入れて何フレームで重ねるか考えることもできます。今回は 30fps のコンポジションでクリップを1秒に設定しているのでこのような感じに。ちなみにレイヤーがずれる順番に関してはレイヤーを選択する順番も関係しているので選択するときに注意が必要ですね。続いては時間を早送りしたり反転させていく方法です。まずは単純に速度を変えていくのであれば右クリックから時間伸縮に進みます。そして伸縮比率はレイヤーの長さの比率なので 50% にすると長さが半分、つまりスピードが速くなりますね。遅くするなら 200% です。そしてこのキーフレームが時間に対するキーフレームです。逆再生するのであればキーフレームを選択しておいて右クリックの時間から時間反転レイヤーというのを押すとキーフレームが入れ替わって逆再生になりますね。続いてはマスクのトラッキングです。ペンツールでクリップを囲んでいくとマスクを切ることができるのはもうすでに知っているかもしれません。ただこのマスクですが、マスクパスを選択した状態でトラッカーのパネルを見ると分析のマークが出てきますので、矢印をクリックすると自動でマスクをトラッキングしてくれます。ただし精度はそこまで高くないので、ここは手動での調整も必要になりそうですね。続いてはキーフレームをスムーズにする方法です。トラッカーでトラッキングした際に精度が高いとジャギーというかガタガタしていきますね。そこでキーフレームにスムーザーというパネルを開いて許容量を決めてから適用を押すことによってキーフレームの数が減ってスムーズになります。とはいえこれだとあまり細かい調整が難しかったりスムーズにするのが激ムーズだったりしますので、ここでキーフレームのところをオプションクリックでエクスプレッションを追加してスムーズと打ってから数値を入力していきます。このスムーズのエクスプレッションを使うとキーフレームがジャギーになるのをなるべく平均化してくれます。左の数字を上げると振れ幅が抑えられて、右の数字を上げると動きに丸みが出てきます。ぜひとも試してみてください。続いては色深度ですね。黒を適用した時とかに発色を良くしたいのであれば 8BC と書かれているやつをオプションクリックしてあげると32ビットまで上げることができますので、すると色の鮮やかさが変わってきます。続いてはパペットピンツールですね。パペット1ピンツールだと他の部分も動くことがありますので、紙とかちょっと細かいのを動かすのが苦手だったりします。そこでここからパペット詳細ピンツールというのを使うことによって動かす範囲などを細かく調整することができますね。続いては方向の自動設定です。回転する動きをつけたいときは回転で方向を合わせるのはめんどくさいです。ということで右クリックのトランスフォームから自動方向をクリックしてパスに沿って方向設定というのにチェックを入れます。そして回転で先端を合わせると動きに合わせて方向が自動で調整されますね。続いては角を丸くするやつです。シェイプツールを作ったらコンテンツの追加から角を丸くするを追加すると角を丸くすることができます。すると例えば台形とかを作った時に角を丸くできますね。続いてはテンプレに使えるやつです。プロパティをエッセンシャルグラフィックスに追加というのを押すことによってプレミアでも使えるモーショングラフィックステンプレートを作ることができます。ここで色々と追加できるので知っている人も多いかもしれませんね。ここで複数レイヤーがあるときはソーステキストのところのエクスプレッションピックウィップでつなげてあげることによってプレミアで文字を変えたときにも反応するようになります。さあ続きましては MV などのコンポジションを作るときにコンポジション別に音源を入れると音が重なってうるさくなることがあります。そこでコンポジション内の音源をガイドレイヤーに指定することによって最終的な画面では音が重ならなくなります。ガイドレイヤーはレンダリングに使わず参考するときなどいろんなレイヤーで使えますね。さあ続いては CC ブロックロードというエフェクトを使うことによってドット文字を作ることができます。また品質とサンプリングをドラフトにすることによってエッジがちょっとパキッとしますので、これでゲームっぽいテキスト表示が出来上がりますね。続いてですが Wiggly を使うと文字がくねくねと動きます。テキストにアニメーターを追加させておいて追加のところからセレクターの Wiggly を選択しておきます。
ここで位置にエクスプレッションを追加して、ウィグルのエクスプレッションを追加。これでくねくねと動くようになります。さらにカクカクさせるならポスタリゼーション時間を使ってフレーム数を落とすことでカクカクと動くようになりますね。続いての小技。インデックスのエクスプレッションを使うとレイヤー番号を指定することができます。例えば1のエクスプレッションとして Z 軸だけインデックス ×2000 という風にしておくと、レイヤーの数 ×2000 という数値が適用されるので、複製するたびに勝手にずれてくれます。一つ動きとかを作って複製しまくるときとかには便利ですね。そしたら続いて線を斜めにするときはトランスフォームのエフェクトを加えて Y 極軸を90度に設定してあげることによって斜めのラインを作ることができます。このトランスフォームのエフェクトは通常の位置などのプロパティにキーフレームなどをつけている際にもさらに調整したいと思ったときに使えたりするエフェクトです。そうしたら今度はカメラです。カメラを作ったら被写界深度をオンにするとフォーカス距離や絞りを調整することができます。そしてここで常に被写体にフォーカスを合わせたいときは、フォーカス距離をレイヤーへリンクというのを選択することによって常に被写体にフォーカスを合わせてくれます。ちなみに被写界深度を調整できるのはレンダラーがクラシック 3D の時なので、これは覚えておくといいですね。続いてレンダラーについて。アドバンス 3D なんかに設定をしておくとテキストやシェイプを 3D レイヤーにしたら、形状オプションの押し出しからテキストやシェイプを立体的にすることができます。コンポジション設定の 3D レンダラーによって使えるものが変わってくるので使い分けていきましょう。そうしたら続いては調整レイヤーのスイッチについてです。シェイプレイヤーなどを作ったら調整レイヤースイッチを押すことでシェイプレイヤーの形に合わせた調整レイヤーを作ることができます。ということでシェイプの形に合わせてブラーを加えることによってすりガラス風に背景をぼかしたりすることもできますね。続いては不透明度でチカチカ表示されるテキストを表示する方法です。メニューを開いてアニメーターから不透明度を追加します。ここで不透明度は 0% に。そして開始に 0%、次に 100% のキーフレームを打っておきます。そして順序ランダム化をオンというのにチェックをすることによってチカチカするテキストが出来上がります。フリッカーとか言ったりしますね。アニメーターまで使うと小技というか機能が増えて触ってないものが色々と出てきそうですね。さあ続いてはモーフィングです。シェイプレイヤーを作っておいたら Window の Create Nulls from Path というのでポイントは Null に従うというのを選択するとシェイプのポイントが Null に接続されるようになります。あとはこの Null の位置にキーフレームを打ったりすればこれでシェイプのモーフィングができるようになりますね。さあといろいろと小技を紹介していきましたが、だんだん小技というよりも普通にチュートリアルみたいになってくる気がするので今回のところは以上にしましょう。まだ小技を見つけたらお伝えできればと思いますが、もしこんな便利な小技知ってるよというのがあればぜひとも教えてください。